ご神君。一つ。用心は前から倒れぬうちの杖ぞ。あの人、杖とも柱とも頼んでいたのに、と嘆く人があります。人では頼りにならない。物も金も学識も本当の役には立たぬと悟っての神を杖につけば、人も物も金も学識もすべて一切が生きてくる。神が人間行動の原動力となるから心強い生活ができるのです。ここでは師匠が神が人間行動の原動力となると教えてくださいます。その人間行動の原動力、神を信じる。そこからもう少し具体的にというのでしょうか。今朝は成り行きを信じてといただきました。そしてさらにその成り行きを信じてというところから成り行きへの絶対心へと変わっていくというのでしょうか。それが強くなるというのでしょうか。いろいろなことを思わせていただくのですけれども、そのいろいろ思わせていただいておりましたら、そういう計らいを捨てよと。そして、成り行きを信じよというようなことを強く新中記念の時にいただきました。まさに神を信じる、神への絶対心ということを申しますけれども、そういう感じで成り行きを信じる、成り行きへの絶対心ということだと思いますね。ある方が愛着理念は役に立ちませんでしたと。役に立つのは信念ですと。信念が大切ですといったようなことをおっしゃった方がおられます。そしてその方が今度また別のところへ、ある教会から別のところへ移られるようですけれども、その信念ですとおっしゃられた、一体どこを信念するのか、それこそ何をもって信念を持って貫くというのか、信じるのか、そこが大切だと思うのですね。一体何を信念するのか。今朝いただきますのは、それこそ成り行きに対する絶対心、成り行きを信念するというのでしょうか。ある意味成り行き教と言っても良いくらいにその成り行きを信じるという、そこまでいかなければならないと。そしてさらにその師匠の顔のマークがありますね。そして真ん中に点とありますが、その下の一棒は我無力で真あるのみ、その真あるのみの一棒だと。今朝はその丸に点というものを、丸はいわゆる成り行きだと。そして中に点、自分というものがある。いわば成り行きにかばわれている。その周りを一切成り行きに取り囲まれているというのでしょうか。むしろ取り囲まれているというよりか、成り行きに守られている私といったような感覚でしょうかね。そういうものがいるのだと。いるというよりか、それは実感としてそういうものを感じていかなければならない。感じれるような、それこそ神様のお働きをいただかねばならないということですけれども、昨日はそれこそいろいろな
起こってくることの中に、朝は師匠の大坪宗一ご理解集、大坪宗一郎氏ご理解集第2集として、月英祭のお話をポドキャットに出させていただいておりますが、それが Google さんの方でもう登録ができたようですので、これでほとんどのポドキャストが何と言いましょうかね、聞けるというのでしょうか。Apple さん、Google さんともに登録ができましたので、大抵の方がいただけると思います。師匠のご理解100選のうちの70、そして月英祭の分54年の12月の終わりでしたか。そして55年、56年と今57年の初めになりますか。道彦先生が YouTube にアップしてくださっておりますね。それをまだ55年の初めの方ですけれども、少しずつポドキャストに出させていただこうと思っています。これなどもこの度のパンデミックというのでしょうか、コロナウイルスの騒動というのでしょうかね、このおかげでこういうことができるようになりました。そのコロナウイルスのいろいろな働きの意味合いというものをあるでしょう。その中の私にとっては一つのこととして、そのコロナウイルスのおかげで師匠のお話を世界中に発信するということが、また新しい一つの段階を迎えることができました。大変なことですね。また昨日、一昨日ですか、23日でしたか、Eメールが来ておりました。この私が住んでいる地区でワクチンをすると。あなたはその65歳以上の該当者だから予約を取ってワクチンを打ちに行きなさいというメールでした。それで早速予約をして、昨日第1回目を家内ともども行かせていただいたのですけれども、朝から雨でした。アメリカではあちこちに特設会場ができています。特設のテントを張ったような感じのところですね。ですから雨が降るとやはり大変辛い。もちろん行く方も辛い、係の方も辛いということになるわけですけれども、まあ幸い私どもがその接種の決められた時間には雨も上がり日も照らしておりました。いい天気になってよかったなと。それでその接種が終わって3時でしたけれども、帰ってきておりましたら、車を運転している道中でもう周りが暗くなってきました。それで今度は雨が降ってきました。ちょうど私たちのために神様が晴れ間を作ってくださったような感じだねと話しながら帰ってきたことでしたけれども、まだ4時半までの接種がありましたから、他の方たちがそれこそ雨に濡れることもなくできられるようにお願いさせていただきますけれども、それにしても特別のお働きをいただくものだと、神様がそういう特別に働いているぞと言わんばかりのお働きでしたね。そういう成り行き、様々な成り行きの中で今朝いただきます成り行きを信じてという世界から、いよいよその心が体験を積み、成り行きへの絶対心へと育っていかねばならない。そしてまた自らの計らいを捨て、
成り行きに任せる、成り行きを信じよというような世界にも入っていかねばならない。そしてそこに入っていった時には、私の周りはすべてが成り行きで、その成り行きの中に守られている私だと。いわば神様との接点が成り行きということになりますね。神様への絶対心、それが成り行きへの絶対心へと、その心が育つということが大切だということを今朝は教えていただいたように思います。成り行きを信じる、成り行きを絶対的に信じるというような心が開けるところまでの、何と言いましょうかね、実証を自らの心の中にいただいていきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。